壊してアバランチは何がしたいの？おい、見ろよ。クラウド、来て。許せねえ。ん？ここに来た奴らはこの夜景を見て綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん。俺も一瞬うっかり感動しちまった。これは感動してもしょうがないね。この絶景は、この夜景の美しさは感動しちゃってもしょうがないよ。さあ他にこのフロアのこのロビーっていうのかね、人は他にいるかな。話しかけられそうな人はいるでしょうか。妻と娘が無事でいますように。なるほど、みんなアバランチのテロについて話してますね。アバランチの仕業じゃないんだけど、社員の人たちもアバランチの仕業だって聞かされてるみたいなんだよね。こっち側にも人がいるか。私しばらく働けないかも。なんかショックなことがあるのかな。よいしょ。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕さて方がない。ここから下を眺めてみるか。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ、仕方がないと。どういうバレット節だよ今の。どんな歌よそれ。話しかけれるかなこの人。ダメだ。あ、ごめんね。やっぱりね、下っ端の人たちのことも騙してるんだよね。被害者の人たちの気持ちを考えたら涙が止まらなくて。こんな怪しげな姿してる人たちに普通に話しかけてる。クラウドはねともかくとしてね、これ一応ソルジャーの格好をしてるわけだから、クラウドはねいいけども、その他の人たちよ。こう一周したかしてないか。元に戻すにはどれだけかかるんだ。元に戻す気ないって言ってた気がするんだけど違ったか。確かリーブにそう言ってなかったか。こっち側はエレベーターだよね。何も話せない。みんな騙されてる。みんな騙されて混乱してるね。今何時ぐらいなんだろうね。結構社員がいますけど。まともじゃないことは確かね。アバランチってのはどんなやつなんだ。まともじゃないのは君らの上司だぞ。君らの社長だぞ。さあ見学ツアーの始まり。全ての魔航路と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、全てです。どこに唯一どんなまともな仕事してないかこ影響が出ているか分かりません。の人が。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。この人の元で働ける人はたちは幸せだね。ああ、すまない。こちら7番街の被害報告書になります。何よりイケメンだもん。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。こんなまともな仕事できる人がどんな目的神羅なんかにいちゃダメだ。街を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括
会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。あ、そっか。まだ会議してないのか、リメイクでは。オリジナル版の時には言ってた気がする。これ市長かな？いたよね、確か。さあ、シンラとでかくありますよ。マップを見てみようかな。見学ツアー。来ましたね。この辺、ちょっと人がいるかもしれない。向こうの方行ってみる。あ、いるね、誰か。ダメだ。働く気がしね今日は働くんじゃないもん。ね。もう、さっさと働く気がないなら帰った方がいいよ。家族も心配だろうしね。さてと、ここだから、一番端か？ここか？これエレベーターに乗り、よいしょ。お、プレジデントシンラブース、金ピカ。趣味の悪い成金って感じがする。すごく自己顕示欲強くない？今度はなんだ。こちらメモリアルフロアではプレジデントのこれまでの普通さ、歩みや普通この生きてる間にこんな金の銅像自分で作らなくないか？魔法都市ミッドガルと魔法エネルギーなくなってからじゃいないの、こういうのって。それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。生きてる間に功績を叩いちゃうの、自分で。さあ、何か見て回ってみようかな。この後ろのパネルは何でしょうね。なんかいろいろ1って書いてあるな。1って番号が。ちょっと裏から行ってみるか。プレジデントシンラ、いきなりシンラ社長のプレジデントシンラのこういうシンラ製作所、この小さな製作所から全ては始まった的な、そういうヒストリーを見せられるわけ。なんか昭和感がある。リアリティがすごい。リアルだわ。すごい。自分大好き野郎ってこったな。こういうスパナーとか金槌みたいな、こんな普通の道具使って何かをする町工場みたいだな。そういうとこから始まりましたよっていうことね。これは何でしょう？何の部品でしょうね、これ。わかる人にはわかんのかな？これは何の構図かな？なんかの説明とかってある？お、待って、声が聞けるんじゃない？何か。これそういうわけではないな。次のエリアに行ける感じ？これで。待って、まだこっち見てないね。市長か、これさっき。市長と手を組んでミッドガルのね、そういう式典の時の映像で、なんかのトロフィー的ななんかがあって、これは何？シンラの金ピカ銃。シンラ製の金ピカ銃、なんかこの人が出したブランドものみたいな感じかな。プレジデントシンラ式のなんかこうプレミアのついたやつ。ザ・プレジデント。何これ何これ。葉巻？プレジデントシンラが好きで使ってる葉巻？こんなの見たい人いんの？ちょっとなんかさ、映画化されたみたいな感じの。ちょっとさすがにナルシストが過ぎないな、これ。確かにドン引きしちゃうわ。これは別に音声で何か聞けるとかはなさそうだから、次行きますか。やだな。見るからに本当に自分大好き感が出てる。皆さん見学ツアーお楽しみいただけてますか？楽しめてないよ、プレジデントシンラのあんなの見せられても。プレジデントの思い出の品が目にできてあ、感激です北条。うわ、ちょっとこんなん見たくないわ。スカーレットとか
とんでもねえパワハラ上司じゃん。これ一通り見てみる？でもちょっとクラウドがこっち向いて自己主張してる。あ、リーブさんはずっと映してていいよ。リーブさんだけはね、ハートじゃなかった？今なんかマークが。それぞれの管轄になんか部署にこういうマークがあるのね。次のブースではシンラカンパニーが展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。リーブさんはやっぱり心がちゃんと通ってるからハートなんだろうか。間違いなし。お楽しみに。うわ、いらないそれそのプレジデントのドアップいらない。よく見るやつだね。ねえ、散々スクラップにしてやったぜ。兵器だ兵器。シンラの兵器部門ってことはあいつだな。名前忘れた。いけすかない。あ、スカーレット。この兵器担当はスカーレット。申し訳ございません。兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。これが目玉なんじゃないの？しっかりメンテ普段からしとかないとね。こういう展示があります。こちらはあれ？こんなもんなの？兵器。スカーレットとこれパルマ？何？これを読めばいいの？ちょっとちゃんと段取りしといて。シンラビルへ。わしが統括する宇宙開発部門は兵器開発の過程で生まれたロケットエンジンを使って資源がいっぱいある宇宙を目指してた。だけどなんかずいぶんフランクな喋り方だな。魔法が手に入ったから凍結中なんだよ、ね。悲しいパルマ。わしちょっと残念。そっか、そこでロケットね。思い出した。ありましたね。これあれだね。シドと深く関わりのある宇宙開発が中止になったっていうそのエピソード。じゃあパルマは今のところシンラでのその幹部の中では立場が弱いんですね。当然予算も削られてるでしょうし。そっか、だから結構この狭い中に全部の部門の説明とかが入ってるから大して深掘りされる感じではないんだね。このソルジャーはあれだ、多分北条の研究室で作られてるから。ようこそシンラビルへ。科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない。はっきり言うよね、科学者だからって。説明は無意味。いやいや、してもらわんと。進歩している。この収録のせいで今は停滞している。これ以上傲慢なやつ。時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。では。よくこれを採用したね。シンラの人もこれ以上喋らすのはどうしても無理だったんかな。こんなことPR のためにさならないと思うんだけど、感じ悪いよかなり。こんなのお客さんに見したら見学ツアーのこの中で培養するんですよね。さて向こう側はいろんな兵士たちがいるっていうことは、この人は申し訳ございません。ダメだ。治安維持部門のブースはただいまメンテナンス中です。治安維持もダメだ。なんでこの2人は今ダメなんでしょう。なんで聞けないんでしょうね。なんか理由があるのかな。今喋っちゃうとね、なんかのネタバレ、今後のなんかネタバレになるようなとかさ、よくわからないけどね。いますね、いろんな兵士たち。ここはセクター8。セクター 8？8 番街かなんかですか。ここはだからリーブさんのちょっと未来都市すごい綺麗よ。このなんかあれ思い出しちゃうな。オリンピックの時のなんかのさドームのデザインみたいな近未来感あるね。
こんな街にする予定があったんですか、都市開発は。ようこそシンラビルへ。我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給しているマコールをはじめ、プレートや支柱、市街地や鉄道といったミッドガル全体を管理メンテナンスしております。現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中です。こちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思います。もうしばらくお待ちいただければ幸いです。それどころじゃなくなっちゃったけどね。でもすごい模範的なアナウンス。こうじゃなくっちゃみんな見習いなさいよね、他の人たちは。本当に好き勝手喋ってね。ところでこれ全部見たよね。ここかな。じゃあ次は、次の体験ブースは矢印が書いてる。いかがでしたか？シンラカンパニーが手掛けている事業や、そこからこれまた同じの見せられんの？ここ数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し、日夜皆さんの安全をお守りしているのです。今のブースは良かったね。みんななんかそれぞれが何してるか分かって、幹部がなんか重要なシーン映る。ライフストリームでしょあれ。なんか決定的な何か映る。その光がビルを登っていき、綺麗ですね。なんかそこでブースでは魔法エネルギーやそこで神羅の形のあれができると。お楽しみに。まるで魔法エネルギーをなんかさ、魔法エネルギー自体をさ、ライフストリーム自体が自分たちで作ったみたいな感じじゃない？こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルのあった模型となりね。ます。オリジナル版でもミッドガル模型あったねご覧いただけ。ますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔航路が日夜このリアルになった模型は見応えあるね。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、無尽蔵っていうところがまたなんかこう人々を騙してる感じがしてね、やだね。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃね魔法で生活が豊かになるのは本当だ。えか。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。バレットも昔そうだったもんな。だから余計ムカつくんだ。バレットのエピソードでね、あるもんね、この子ね。この外側のところは何もないね。ここは開発途中みたいなことなの？これの外側は。この外側にもなんか作る予定なのかな？なんかいろいろ全部開発途中っぽい感じが見えるけど、中側はさ、中側はすごいなんか都市ができてるような感じするけど、違うかな？それともここはまるっきりないね。まるっきりない場所ですね、ここは。なんか思ってたんと違うけど、もっとびっしり街がバーっとひしめき合ってる感じなのかと思った。外側までずっと。この模型も作りかけなんかな、もしかして。そんなことないんかな。私は今どっから来たんだ？こっから来たんかな。おめでとうございます。カードキー更新。これであなたもシンラ博士。それでは続きまして、シンラの英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。私ビジュアルフロア好きだったな。
今が全部60階のフロアだったのね。こちらビジュアルフロアではシンラの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。私ここ好きだったよ。しかも全身でご堪能ください。なんか2箇所ない？こっちがビジュアルシアターね。こっちは多分エレベーターだから出口。ここすっごい見応えあったよね。何にもねえな。なんだ。この時代にこんな技術あったんだみたいなさ、そのスラムはさすごい昭和感あふれる古い感じがするのに、なんかここまでオリジナル版じゃ感じ取れなかったこのなんていうの、最新の本当に技術を使ったさ、こんな VR みたいなこんなことできるんだ。この星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。この語り方がさ、なんかとある宗教を想像させるような。我々が魔法を発見する何千年も前から地中に眠るそれをイメージしてるんだろうか。気がついていたと考えられています。なんかその宗教名は避けるけど。それだけではありません。驚くべきことに彼らは魔法を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。随分綺麗に作ったよね、映像ね。我ら星より生まれ星と語り、なんかうまいこと美化して作ったよな。そして召喚獣たちがいる。約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前にバレットあーとか言っ隕石にて入り込んじゃってんじゃん。滅びてしまったのです。映像の中入り込んじゃってるバレットが。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。みんな目丸くして見入っちゃってるもん。シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をこれはエネルギ大迫力ーとして活用する方法を編み出しました。これは大迫力だぞ。これは見る価値あるよね。穏やかな気候、敵とはいえあっぱれだよね、この映豊かな像。自然、そして溢れんばかりの魔法エネルギー。そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続なんかけてまいりだからさ、ます。とある宗教をさすごい彷彿とさせて、なんかだから余計すごいうさんくさいんだよね。演出のうさんくささをうまく表現してるというか。あ、クロマントのリユニオンさんだってさ。これはメテオのあれだね。メテオの瞬間。そんな。この瞬間の映像はいつのどこの映像なのかだよどね。うしてだろうね。わしとしたことがラードを切らすなんて。コーヒーにラード入れるの。脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよね。だからそんなぽっちゃりになっちゃったんか。ラードにはラーメンだろやっぱりな。今セフィロス通ってったね今ね。どういうこと？
もうセフィロスまはだ頭がクラクラパルマなんかもとんでもうねえ目に映映像ってない流しやがって子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。みんなに見えてたんだ、あの映像は。あれはでもあそこまで映し、なんかあれは普通の映像じゃなくてセフィロスが見せた映像だよね。クラウドだけじゃなくてみんなに見えてたってことはどう解釈すればいいんだろうね。絶対に一般市民にはあれは見せないと思うから、クラウドの幻覚とかおめでとうございます。これであなたも意識が混濁して見た妄想ってわけではなさそうだよね、みんな見てたなら。ご活躍いただけます。それでは続きまして、シンラカンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進み。なんだ。おいおい、あー、いたね。お待ちしておりました。名前がまだ明らかになってない。私、ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか。ドミノピザ、はい。腐ったピザの市長だからドミノって名前にしたんかな。だとしたらドミノピザに怒られない。異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。まあ市長がここまで手助けしてくれたってことだよね。あの監視カメラ映像とかをハッキングしたりして。ついてこいってことか。まあオリジナル版でも隅に追いやられてたから。でもね、ここら辺の見せ方は正直オリジナル版の方がめんどくさいはめんどくさいんだけど、プレイの中でね、パズルゲームだったりプレイの中でやらせてくれたから面白かったな。ね、模型だってはめたりとかさ。なんだここ。あとなんかダクト通ったりするミニゲームの連続だったんですよね、ここオリジナルバージョンのとこはね、FF7。やっぱり私はやっぱりそういう風にプレイしたいから、そういう見せ方してくれてるこのシンラビル内部のねに入ってからのところに関してはちょっとオリジナル版の方がどっちかというと好みかな。こんな感じじゃなかったもんね。だって市長がいるところだって。あ、でも一応本のなんか図書館みたいな資料室に閉じ込められてるみたいな感じだったか。資料室もだいぶグレードアップしたよね。巨大図書館みたいな感じになって。もっとシンプルだったもんだって。もっと本当にね、しょぼい資料室に閉じ込められてるって感じだったから。すごい豪華だよね。ちょっと見せてよ。ほら、巨大図書館ですよ、こんなの。ほら。すごい。下にもほら、なんか。まあでも本の数の割には席少なめかなっていう感じだね。で、ロビーみたいな、貸し出しのあれはないの？貸し出し受付みたいなのは。そういう、あれかな、機械で自動的に自分でやる感じなんかね。話しかけてみるかな。ちょっと一旦ここで区切るか。市長のところもそれなりに時間かかりそうだから。はい、それでは今日はこの辺で、ちょっと見学ツアーはもう終わったようなのでね、今日は見学ツアー会としてやってきましたので、ちょっと一旦ここで区切りたいと思います。はい、それではチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。また次回も続きやっていくのでよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。